今回のドローチューブはボファンさんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。私が子供の頃、よくテレビや映画館でゴジラのような怪獣映画を見ていました。当時見たゴジラ対キングギドラの台湾タイトルが6次元空間水界に訳されていたのを今も覚えています。以降はガンダムや戦闘機などにはまっていって、今とははるかに違うものを描いていました。中学校に入ってからはキャラクターを描き始めました。授業中や宿題をやるときによく落書きするようになりました。最初に描いた女性キャラクターは確かサムライスピリッツのナコルルでした。これは小学校の時に描いた作品です。上に書いてある日付とかはこの前整理する時につけました。実際に書いていたのは、例えばロックマンやオリジナルキャラ設定とか攻撃力や防御力なども書いてて、男の子が好きそうなものばっかりです。それからこのような女性キャラクターを描き始めました。以前はパステルとマーカーで描いていました。これは18歳ぐらい、大学1年生の時に描いたものです。私が子供の頃住んでいたのは台南なので、台北に比べるとイベントも少なかったです。しかもその時の同人イベントは基本的に女性向けだったのもすごく驚きでしたね。どんな作品でも女性向けの同人作品になれるということに。まだ高校生の私は世の中のことをよく知らなかったので衝撃を受けましたが、現場のエネルギーも感じました。今まではキャラにこんなにたくさんのストーリーをつけたりすることができるなんて思わなかったので、自分もそういうサークルや活動に参加してみようと思い始めました。大学に入ってから自分で行動できるようになって、インターネットで同人イベントの仲間にたくさん出会い、その人たちのサークルに参加することになりました。当時は同時イベントがあると聞けば駆けつけていく勢いでしたね。その時に現在も所属しているやみょうかんカフェというサークルに入り、そこでみんなと相談し合えるようになりました。私たちはだいたい最初にテーマを決めて書くんです。例えば私が入ったばかりの頃のテーマが美少女だったので、そのテーマで漫画を描いたりしました。当時は今ほど漫画の種類も多くなく、それにみんな自由に描いていたので、内容も美少女がいればいいというちょっとまとまっていないものでした。ただ自分たちが描いた絵を他の人に見てもらうための手段として捉えていて、お金を稼ぐということは考えていませんでした。当時はインターネットを使う人が少なく、使いやすいプラットフォームも数えるほどしかありませんでした。しかし今は Facebook や Twitter に作品を投稿するだけでみんなが見てくれる時代になりました。ですが当時はまだ実物の本やグッズを作って読者に見てもらわなければならないという意識があったので、オフラインでの活動も積極的に行っていました。かつてのイベントでは70から80のスペースしかなく、人も少なかったのでスペースを一つずつ回って気に入ったものがあれば直接作者と話すこともできました。けれども今はほとんどのスペースがとても混雑していて、人気のあるスペースは行列が絶えず、作者と直接コミュニケーションを取ることが難しい状況です。今の同人イベントは作者とコミュニケーションを取る場所ではなくなり、作者の創作を購入して応援する場所になってきているとも言えるでしょう。大学時代、ネットやオフラインイベントに積極的に触れるようになり、同人誌もまだアナログで書いたものがメインでした。当時デジタルを少し知っているルームメイトがいて、私も興味があったから
マウスを使ったフォトインパクトで簡単な描画をしてみたんです。その後、兄がペンタブワコムイントゥオス1を買ってくれたので、ペインターやフォトショップなど普通のソフトを選びました。日本円で例えるとペンタブは3万円以上で、大学生にとっては決して安い金額ではなかったため、兄にすごく感謝しています。当時はフロントページやドリームウィーバーを使って自分のホームページを立ち上げるのが流行っていたんです。またその時に台湾では美少女を描く人が少なかったためか、閲覧できるサイトも少なかったので、私のホームページはかなり人気がありました。なので当時台湾の絵師を起用する際に、あまり選択肢がない中、私が活躍できる場面も多かったということです。ソフトスターエンターテインメントから PC ゲーム新天使帝国の絵を描いてほしいというオファーをいただきました。それまでも小さなプロジェクトはいくつか受けていたのですが、大きな商業プロジェクトはこれが初めてで、しかも大学生にしてはかなりいい給料だったんです。その時はこの道で進んでいけそうだなと真剣に考え始めました。アナログからデジタルに切り替えた時は、一部の作品に影響を受け、結果的に方向性を変えてしまったこともありました。最初はマウスで描いたもので、ペンタブを使い始める前の最後の1枚ですね。当時私がマウスで描いているのを見た人は、ペンタブというものがあるのにどうしてそんなことをするんだと驚いていました。そこで初めてペンタブの存在を知り、兄に言ったら親切にペンタブを買ってきてくれたんです。最後にマウスで描いた絵としてこの絵はかなり印象に残っています。これは2000年以降の作品ですが、それまでの作品はキャラクターを中心にしていましたが、この頃からこの作品のように絵本のようなストーリー性のあるものを描きたいと思うようになりました。当時ほとんどの同人作者がキャラクターだけを描き、背景は描かないという状況でした。当時の私の絵は未熟でしたが、背景やストーリーが充実していたのが特徴でした。3枚目は2012年のものです。その時に見た新海誠監督のアニメーション「星の声」は光源、色の使い方がとても美しく、内容が濃いだけでなく立体感もしっかりとしていました。それを見る前まではポートレートに簡単なライティングを施して背景を描いていたんです。でもそれ以来背景にもっと光を入れるようにしています。この考え方は今でも私の作品に影響を与えているので、新海誠監督の星の声は私の作風に大きな影響を与えたと言っていいと思います。あと岡間さんという漫画家の作品にもすごく影響を受けました。タッチは全体的にシンプルでデザインセンスに優れていると思いました。先生の影響でもっとすっきりとした感じの作品を描くようになったんです。彼の影響もかなり強く、今私の無線絵スタイルもそこから生まれたものかと思います。先ほど新海誠監督の光源の使い方が好きと言いましたが、その部分をもっと勉強したいので写真の練習をした方がいいと思いました。実際触ってみたら確かにすごく影響を受けました。そこで写真を背景にしてシンプルなテクスチャーのキャラで練習してみました。このスタイルは私が好きな人物のシンプルさと光と影の豊かさを組み合わせてくれて、私の新しい方向性となりました。これは写真を作品に取り入れるためのプロセスでもあるのです。最初は街並みなどイラスト素材のために写真を撮っていましたが、新海誠監督の影響を受けてから写真は素材だけでなく創造的な手法や世界の見方であることに気づかされました。それからもっと写真に力を入れましたね。
当時は写真を加工でイラストにする技法という存在を知りませんでした。このイラストの背景写真みたいに後処理などを一切していないのです。通常であれば描き直して色を変え、イラストっぽい仕上がりにしなければなりません。でも当時のデジタルカメラの性能がそれほど良くなかったので、写真フィルムをスキャンしてデジタルファイルとしてパソコンに落とし込み、さらに人物を書き込んだのです。実際の背景に比べ人物像が非常に大雑把でした。そこで背景にリアルなライティングを施したらどうなるかと考えました。その結果、唐突な感じではなく、とても面白い雰囲気になって大満足です。今日まで写真は私の仕事の中で大きな役割を果たしています。4枚目は先ほど述べたことに魚眼レンズを使うことでストーリーを感じさせるだけでなく、シンプルでクリアな色使いになり、写真とのつながりが深まった作品です。当時日本の編集者の天野正直さんから他の台湾の絵師と一緒に期間 S の制作に参加しないかと誘われ、この絵はその時に描いたものです。大学卒業後、台湾の成文出版社から出版されたファミ通台湾版の表紙絵をずっと描いていました。担当編集者も台湾版にアイデンティティを持たせたいということで、マスコットのようなキャラクターを描いてほしいと言われました。それで名前のない3人の小悪魔姉妹をデザインしました。その都度内容に応じて衣装やイメージを変えています。例えば RPG の特集であれば、そのゲームのキャラクターのコスプレをしてもらったり、任天堂の新しいゲーム機の特集であれば、その新しいゲーム機で遊んでもらったりします。これは表紙の1枚です。雑誌は休刊まで200号近くありましたから、絵もたくさん描きましたし、モチーフも確かに多かったですね。私にとって長年にわたって表紙を描き続けたことはいい練習になりました。絵柄については10年近くと長いので、最初と最後では絵柄もレベルも随分変わっていますね。以前の作品を見ると、この10年で作風が大きく変わっていて、別世界に来たような気がするんです。ターニングポイントはこの4つの作品です。こちらは2005年に期間 S からのお誘いで描いたイラストです。その10年後に編集の天野さんが再び私に連絡をくれて、今回の雑誌の表紙をお願いしたいと頼まれました。お世話になった雑誌ですし、かなり影響を受けていたので、自分が表紙を担当できるなんて本当に感動しました。まるで子供の頃からずっと憧れていた作者と一緒に仕事するような嬉しさです。そうしてこの作品は生まれました。ファミ通の表紙に絵を描いていた時に、台湾全力出版社の月刊挑戦者の仕事を引き受け、カラフルドリームズという漫画を連載していました。この絵本のような作品です。またこの雑誌には講談社や手塚治虫先生などいくつかの漫画を連載していたことがきっかけで、日本の講談社にもカラフルドリームズを送っていました。おそらく日本の講談社で西尾維新先生の編集者がちょうど私の作品を見て一緒に仕事できると感じたのか、物語シリーズに携わることになりました。物語シリーズはファミ通よりも長いので、お誘いを受けて以来、今でも止まらずに10年以上経ちました。日本の読者のほとんどは化け物語のおかげで私の作品を目にしたと思いますが、台湾の読者にとってこれは私の多くの作品の一つに過ぎないかもしれません。同人時代から同人誌デビュー時代、ファミ通時代と
どの時期においても私の作品は変化がありました。その後、講談社はアメリカ版の化け物語シリーズを出版することに決定し、アメリカ版の表紙も書きましたね。絵画のスタイルでは日本版との違いを意識しました。日本版はより静的で詩的ですが、アメリカ版はキャラクターのイメージをより重視し、見た目的にもより活気があり、少しアグレッシブな感じもあります。また、アメリカ版の表紙には自分もすごく満足しています。物語シリーズのおかげで、米国講談社とつながり、私の作品をより積極的に米国にプロモーションしてくれました。当時は全力出版社の月刊挑戦者カラフルドリームズのおかげで物語シリーズに出会いました。米国講談社はその漫画を読んで、アメリカ版のカラフルドリームズを出さないかと私に尋ねてきました。私は、いいですね、楽しみですと返事をしました。しかし、カラフルドリームズは10年前の作品だったので、さすがに古すぎまして、そのまま出版するのはやっぱり少し引っかかるので、編集に全部書き直していいかと聞きました。それを聞いた編集が、1ヶ月ちょっとで出版するけど間に合いそうかと心配してくれて、じゃあその1ヶ月間で100ページぐらいの内容を全部書き直すわと言いました。しかしそれを全部書き直したわけではなく、一部の背景がまあまあいけるものならそのまま使えますし、キャラがダメだった場合はキャラだけ書き直して調整しました。もちろん全体的にダメと感じたら全てを書き直します。全体的に70から 80% を書き直しましたね。最終的に私は10年以上も前の本をリニューアルし、アメリカの読者に出しました。評価や販売数を見たら、アメリカの読者も私の作品をとても気に入ってくれたみたいです。初期の商業作品でこのような評価を得ることができて、非常に感動しました。